10分でわかるリレートラッカー。本日はケモノグラムプロデュース名刺×トレーディングカードゲームリレートレッカーのルール説明をしていきますね。まずはデッキを用意しよう。デッキは40枚で1組。同じ名前のカードはデッキに1枚までしか入れられないよ。名刺を交換してカードを集めよう。40人と交換しないとゲームができないの？なんと最初から40種類のカードが入ったスターターデッキを発売予定。これをベースに好きなカードだけ入れ替えても大丈夫ですよ。それじゃあ早速ゲームを始めよう。よろしくお願いします。デッキをよくシャッフルして山札の位置に置くんだ。手札を5枚引いて準備 OK。 まずはじゃんけんで先行を決めるよ。勝った方が先行だ。先行1ターン目の開始だよ。カードを1枚引いてね。まずは手札から場にキャラクターを出そう。場の上限は5匹。しっかり考えて出さないとフォロー効果が使えないんだ。フォロー効果って何？例えば今自分の場には青と黄のキャラクターがいるよね。自分の手札から青のフォロー効果を使おうとすると青のキャラクターが場にいる必要があるんだ。今は場に赤のキャラクターがいないからこのカードのフォロー効果は使えないんだ。だからこっちのカードを使って2ドロー。ちなみにそれぞれの枠の背景はキャラクターカラー、フォローカラーになっているから参考にしてね。最初の先行の番は攻撃することはできないからここでターンエンドにしようかな。後攻の1ターン目は1体だけ攻撃することができるよ。攻撃時は攻撃するキャラクターを横向きにレストして宣言だよ。山札攻撃だ。打点の数字だけ山札から捨て札に送られるんだ。うわ、3枚も？これは痛いな。大変だ。でも大丈夫。相手が山札を攻撃してきた時に使えるこのカードがあるよ。クイックは相手のターン中でも特定条件下で使える特殊なカード。相手の思い通りにはさせないよ。後攻は1体しか攻撃ができないからこれで相手はターンエンドだね。ターン終了時に自分の場が空いていたら1体まで追加を出すことができるよ。バトルで負けても新しいキャラクターで少しだけ場を強化できるんだ。さあ2ターン目だ。ここからさらにバトルが加速していくんだ。さあ攻撃だ。相手のキャラクターを攻撃しようかな。レスト状態のキャラクターしか攻撃ができないから注意。プロテクト？このアビリティを持つキャラクターはレストすることで攻撃対象を自分に変更することができる守りのカードだよ。そっちがその気なら自分の場に赤のキャラクターがいる今なら使える。ダイスプラス2。攻撃先が変わったらバトル中カードを使用するか宣言し直してもいいんだ。使えるのは一度のバトルにつき1枚だけだけどね。相手も赤のキャラクターがいるからクイックでパワーを強化してきたよ。こっちの攻撃力は1900とダイス4つ。さらにダイス2個追加のダイス6個。相手の防御力は3000とダイス1つ。さらにパワープラス500を使っていたね。それじゃあバトル開始だ。ダイスの合計が22だからこっちの攻撃は1900プラス2200で4100だね。相手のダイスが6だから3000プラス600プラス500で4100。同じ値だ。
同じ値だったら攻撃側の勝利だよ。バトルに負けたキャラクターは捨て札に置かれるよ。相手は場にスワップのアビリティを持っているキャラクターがいるから、相手はスワップをするか選べるんだ。バトルや効果でキャラクターが場から捨て札に置かれると、そのキャラクターの持ち主は山札から手札を2枚引き、全ての手札の中から1枚選んで捨てるんだ。山札が減って負けに近づくというわけだね。でも手札が増えて逆転のチャンスも増えるから注意だよ。今度は山札を攻撃だ。このカードはファントムのアビリティを持っているから、たとえ相手の場にプロテクトを持つキャラクターがいてもバトル先を変更されないんだ。山札攻撃3点。1、2、カウンターは山札攻撃で山札から直接捨て札に置かれるときに発動するカードだよ。他のフォロー効果と違い、場に指定の色のキャラクターがいなくても発動するんだ。これで打点が3から2になっちゃったから、この攻撃は終了だね。ターンを初めにレストしたキャラクターを元に戻してと。もう山札が1枚しかないのに相手は5枚も。負けちゃうのかな。確かにこのままじゃ次のターンの最初に自分で山札の最後の1枚を引いて負けちゃうね。でも勝負は最後までわからないよ。でも打点が0だよ。相手のカードを見てごらん。あのカードは強力だけど、場から捨て札に置かれた時追加で2枚山札から捨て札に置かれるんだ。キャラクターを攻撃。まずはキャラクターの効果で2枚捨て札に置かれて、その後キャラクターが捨て札に置かれた時の2ドローと1枚捨てる。相手の山札は残り1枚。これでとどめだ。これがリレートレッカーのルールだよ。みんなもルールを理解してリレートレッカーを楽しもう。獣グラム。